はい、健康生活チャンネル。ファスティングマイスター兼健康美容食育士の海老原貴弘です。今回はですね、脳内デトックスをする方法と効果効能ということについてですが、前回に引き続きですね、今回は油の入れ替えによる脳内デトックスについてお伝えしたいと思います。で、あなたは脳内デトックスってご存知でしょうか？これは脳に蓄積された毒素を排出するという働きなんですね。で、実はですね、この動画は脳内デトックスについてお伝えする動画の3つ目なんですが、今回はですね、ちょっと理論や方法が別の話になります。ですが、今回もちゃんと脳のデトックスをする方法で、前回の動画をご覧いただいた方も、今回の方法はやるべき意味があるんですね。で、今回の油の入れ替えは、この方法がちゃんと行えていないと、脳がうまく働けずに、頭が回らないという状態になったり、記憶がうまくできなかったり、物忘れが多くなるとか、さらにですね、悪化すると認知症になってしまうリスクもあったりとか、性格が変わってしまうというリスクもあるんですね。そこで今回はこの油の入れ替えによる効果とその方法をお伝えしますので、脳内デトックスをしたい方はぜひ最後までご覧いただいて実践していただきたいと思います。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。また今回の内容は全文字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方はぜひ字幕をオンにしてご覧になってください。ということで、脳内デトックスをする方法と効果効能、油の入れ替え編についてお伝えしたいと思います。で、前回の動画をご覧になっていない方は、ぜひですね、下の説明欄にあるリンクから、以前の2つのね、脳内デトックスの動画もご覧になっていただきたいんですが、前回までの動画では、脳を保護している液体である脳脊髄液が脳にある毒物を睡眠中に洗い流してくれる働きがあること、そしてその働きが失われている人は体の歪みを解消する必要があることなどをお伝えしました。で、今回はですね、また別の脳内デトックスについてなんですけども、それが油の入れ替えなんですね。で、なんで脳なのに油って思うかもしれませんが、脳組織の65% は油で作られていますので、脳にとって油の質というのはとても重要なんですね。で、また、その油の質だけではなくてですね、実際にその油に毒物が貯められていますので、この油を入れ替える作業というのはとても大切なんです。で、じゃあですね、この油の質というものが何なのか、あなたはわかるでしょうか？これは、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸という2種類の油が関わっています。この2つの油はお互いに反対の働きを持っていますが、どちらも人間が健康に生きるために必須の働きになるんですね。で、これはバランスを取り合っているものなんですよ。しかし、この油のバランスが崩れた時に様々なリスクが現れてしまいます。で、オメガ3脂肪酸というのはアマニ油であるとか、あるいは青魚に多い油なんですよ。ですが今のですね、現代人は魚はね、焼くと部屋に匂いがついてしまうとか、グリルを洗うのが面倒という方もいらっしゃいますし、魚自体があまり好きじゃないという方も多いですので、昔とは違い、魚をあまり食べなくなってしまったんですね。ですから、同じようにオメガ3脂肪酸の多いアマニ油をね、取った方がいいんですけども、なぜそのアマニ油がいいのかを知らない方がとても多いですし、そもそもアマニ油って何なのと、アマニ油を知らない方がね、とても多い状況ですので、多くの方がオメガ3脂肪酸が不足している状態なんです。そして、オメガ3脂肪酸の摂取が少なくなった代わりに、現代人はオメガ6脂肪酸を多く含む食べ物を好んで摂るようになりました。オメガ6脂肪酸は、例えばですね、植物油であるとか、加工食品に多く含まれているんですね。で、油で言えば、コーン油とか大豆油などの、これらはですね、まとめてサラダ油というふうに言われていますね。で、また、ごま油などね、こういったものに多く含まれていて、食べ物であれば、コンビニ食品やファーストフード、菓子パンやお惣菜パンなどパン全般に多く含まれていますし、インスタントラーメンやカレーとか唐揚げとかハンバーグ、ポテトチップス、チョコレートなどに多く含まれているんです。どうですか？あなたの食生活を考えてみて、魚とかアマニ油よりもこのような食事の方が多いんじゃないでしょうか？やっぱりそうですよね。ですから今ですね、オメガ3脂肪酸の摂取量がかなり減って、オメガ6脂肪酸ばかりを摂りすぎの方がとても多いんです。このようにオメガ6の油ばかりが増えてしまうとどうなると思いますか？
このオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸はどちらもですね、細胞の表面を包む細胞膜を作るために使われています。オメガ3脂肪酸は細胞膜をですね、柔らかくして、オメガ6脂肪酸は細胞膜を硬くする作用があるんですね。ですからオメガ6脂肪酸ばかりが増えすぎてしまうと細胞は硬くなってしまいますので、65% が油でできている脳はもうめちゃくちゃ硬くなってしまってね、大変なことになってしまいます。で、普通であればね、脳というのは硬すぎず柔らかすぎず、適度な硬さでね作られている、プルプルの脳なんですけども、オメガ6脂肪酸ばかりが増えてすぎてしまうと硬い脳になってしまって、うまくですね栄養を受け取れなくなったり、あるいは老廃物を排出しにくくなってしまったりするんですね。その結果、記憶力が低下したり、アイデアが浮かばなくなったり、性格まで変わってしまいます。で、また影響はですね、脳だけではなくて他の細胞でもね、同じように細胞が硬くなってしまいますので、これでデメリットが出てきます。例えば肌や髪の質が低下してしまったり、肌のシワやたるみとか髪の張りやツヤを失う原因になってしまうんですね。つまり見た目の老化が進んでしまうんです。そして細胞というのは血管であるとか内臓も作っていますので、血管が硬くなってしまうと動脈硬化になりますよね。そうすると様々な体調不良の原因になってしまいます。病気の原因にもなってしまいますよね。例えばですね、だるいとか眠いとか頭痛がするとか、体の痛みがあるとか、他にも様々な症状が現れてしまいます。で、あるいは心臓病であるとか脳血管障害とかの原因になってしまうんですね。で、その他にもですね、肥満が進むとか、アトピーや花粉症などのアレルギー症状が悪化するとか、血圧が上がる、発がん性が高まる、炎症が強まってしまう、成長を妨げるなどの症状が現れてしまいます。どれもかなり困ってしまう症状だと思いませんか？できればこんなデメリットというのは避けたいですよね。ですが、これはですね、すでにあなたにも現れてしまっているかもしれないんですよ。ですからオメガ3脂肪酸をちゃんと摂っていただいて、そしてオメガ6脂肪酸の食品を減らす、このことによって油のバランスを正常化することが必要なんです。じゃあですね、あなたがちゃんと頑張って魚やアマニ油を摂っていただいてオメガ6の食べ物を減らした努力をしたら、どんな効果が得られるかというと、さっきのデメリットの逆の効果が現れるんですね。まずは細胞が柔らかくなりますので、脳の性能が上がって記憶力がアップしてアイデアがよく浮かぶようになり、仕事がはかどりますよね。そして性格までポジティブになっていきます。で、またガサガサな肌であるとかバサバサな髪の質が改善して見た目に若返ることができますよね。そして血管や内臓まで正常な柔らかさを取り戻して体調不良を改善してくれますし、ダイエット効果で痩せるだとか、アレルギー症状を抑えるだとか、血圧を下げたり発がん性を下げてくれたりとか、炎症を抑えてくれたり、胎児や幼児の成長を促進するといった、とても嬉しい効果を手に入れることができるんですね。これだけのいい効果があれば、ちゃんとオメガ3脂肪酸を摂るようにしたいと思いませんか？そう思いますよね。ですからぜひ始めていただきたいんですが、これはですね、魚とアマニ油の両方を摂るとですね、1日にね、この両方を摂りすぎると、さすがにオメガ3脂肪酸は摂りすぎなんですね。で、オメガ6脂肪酸を摂りすぎてもいけませんが、オメガ3脂肪酸も摂りすぎてはいけないんですよ。やっぱりこれはバランスですからね。で、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸のバランスは、オメガ3が1に対して、オメガ6が1から4がベストだと言われています。ですから、この範囲に収まるように摂る必要があるんですね。ですから魚を食べた日にね、アマニ油を摂ってしまうと、ちょっと摂りすぎになってしまう方も、多いですから、魚を食べた日にはね、アマニ油を摂る必要はまずないと思います。しかしですね、逆に魚を食べていない日にはアマニ油をちゃんと摂っていただかないといけないということなんですね。で、またアマニ油にはね、これはその摂り方のコツであるとか、健康的に間違っているアマニ油を選んでしまって失敗しないためのアマニ油の選び方、そして食べ方などのコツがあるんですね。で、このようなアマニ油の摂り方、選び方、食べ方については別の動画で詳しくお伝えしますので、そちらの動画をね、後で下の説明欄からご覧になってください。でね、これが油の入れ替えなんですけども、もう一つのですね、脳内のデトックスに必要なことがあるんです。それが脳の中に溜め込まれた毒をデトックスするということなんですね。で、この毒素というのは何があるのかというと、まずはですね、農薬、そして食品添加物、トランス脂肪酸、
有害ミネラル、薬などがあります。これらは脂溶性毒といって油に溶ける性質がありますので、私たちの体の油に溜まっていくんですね。ですからどこにね、まず溜まりやすいかというと、まずは脂肪なんです。私たちは太ることで脂肪が蓄積されていきますが、その際にですね、このような脂溶性毒の含まれている食品を摂っていると、体の脂肪が作られる際にですね、毒素も一緒に巻き込んで取り込まれて蓄積されていってしまうんですね。でまた、私たちの体を作っている37兆個あるとも言われている細胞なんですが、この細胞の表面がですね、油で作られていますので、この細胞一つ一つにもこの毒が溜まっていってしまうんです。でまたですね、脳の 65% は油でできていますので、脳にもこのような毒素が溜まっていってしまうんですね。でこれらの毒素は継続的に体に悪影響を与え続けますので、脳であれば脳機能が衰えたり認知症を作ってしまいますよね。そして全身症状としてですね、炎症が強くなったりだとか負傷を起こしてしまうんです。ですから油にですね、毒が溜められていますから、基本的にデトックスをする際には油を溶かさないと毒素が出ていかないんですよ。ですので脂質を燃やすエネルギーとして利用することで油を使っていくということが必要なんですね。で今ですね、デトックス法はとても多くの方法が紹介されています。例えばデトックスウォーターとかデトックススープなどがありますが、そんなデトックス方法の中で最も効率がいい方法はファスティングなんですね。でファスティングでは脂肪を通常時の100倍燃焼するというふうに言われていますので、筋肉は残したまま脂肪をどんどん燃やしてエネルギーにしていきます。そうすると脂肪の中に溜め込まれている有毒物質が溶け出されてデトックスされていきますので、脂肪を効率的に燃やすファスティングが最もデトックス効果に優れているんですね。ですので脳の毒を取り除くためにはファスティングを行うことが必要となってきます。でファスティングを行うことで今までにですね、取りすぎていたオメガ6脂肪酸で作られた脳の油を溶かして減らしていって、油の中の毒素をデトックスするんですね。そして新しい油で脳を作る際にはですね、オメガ3脂肪酸を積極的にね、摂取していただいて、脳の油のバランスを取り戻していく。このような対策を行うことで脳の毒をですね、デトックスして質のいい油で機能を十分に発揮できる脳を作っていくことができるんですね。ですのでちゃんと今日からですね、青魚とアマニ油、そしてファスティングにチャレンジしていただきたいんです。でちゃんとですね、チャレンジされた方はですね、頭がすっきりして仕事がはかどったり、肌や髪の毛がきれいになって、そして引き締まってね、若返ったり、アレルギー症状が改善するなどいい効果をもうすでに手に入れるという方が増えてきていますので、ぜひあなたもご検討ください。で下の説明欄にはですね、アマニ油の説明の動画の他にですね、私がお勧めしているアマニ油であるとかファスティングについての説明の動画とか、私がサポートを行っているファスティングのホームページのリンクなどがありますので、ご興味がある方はね、ぜひそちらからご覧になってください。で脳内デトックスはね、リスクがないですし、行うことで得られるメリットはとても多いものなんですよ。こればかりはね、やっぱり体験してみてもらわないと分かりませんので、ぜひ一度はね、チャレンジしていただきたいと思います。でもしね、今原因不明の痛みや症状などでお困りの方であれば、あるいはですね、将来ね、病気になりたくない方であればですね、今回の方法を行う必要性がとても高いですので、後悔のないようにぜひチャレンジしてみてください。私の生態やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄にリンクありますので、そちらからご覧になってください。で、今回の内容がですね、ためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。